こんばんは。お久しぶりです。2週間ぶりの日常 Vlog を撮影しているんですけれども、こういう風にカメラの前で話すの久しぶりなのでちょっと緊張しています。今週は火水木の3日間の日常 Vlog を撮影しようと思っていて、昨日火曜日ですね。昨日は朝から晩まで外での予定があったので、それを撮影して動画に含めようと思っていたんですけど、昨日は東京雨が一日中降ってて、しかもすごく寒くって、で朝から外に出てて、午前中ね友達と買い物したんですけど、天気が悪かったからなのかな、ちょっとよくわかんないんだけど、月経とあとはもう貧血みたいに血の気がねもうさーって引いちゃって、もうちょっと倒れそうになっちゃって、やばいと思ってすぐお家に帰ってきて一日中寝ちゃったんですよ。で昨日はその友達との買い物の予定の後にピラティス行ってネイル行ってっていう、そういう予定がね入ってたんですけど、理由説明して直前でキャンセルして、もうほんとご迷惑をねおかけしてしまって、なんかもうほんとなんかもう自分に嫌になっちゃったっていうかてかなんだろう、去年のね年末からずっとね咳してて、ほんとつい最近治ったなと思って、やっとなんかこう体調が元に戻って元気よく過ごせるなって思った、その後すぐの貧血みたいな感じで倒れかけるっていうのが続いて、なんだろう、ほんと麻薬だからなんですか、もうずっとね絶妙な体調が続いてるというか、なんか今年なんか私占いみたいなやつで12年に一度のもう大幸運期ですみたいなやつ見たと思うんですけど、なんかゲッターズ飯田さんかなんかのやつで、もう今年はもう本当にもうぶち上がっちゃってくださいみたいな、最高の1年ですみたいなのを年始に読んで、うわ最高だ、今年は本当にいいこといっぱいなんだなと思ってたら、なんか今んとこもう今3月入りましたけど、ちょっとなんかあんま調子よくないなみたいな3ヶ月なってるんですけど、こっから残りの9ヶ月でもう私のこの12年に一度の大幸運期みたいなやつがもうそこにギュッと詰まっていてくれよ、もうそうじゃないともう本当にどうしてくれんだっていうぐらいスロースタートですね今年は。もうやってられんと思って、もう気持ちをね切り替えないと、これも体調がね芯から良くならないなと思って、病は気からじゃないですけど、ちょっとねやっぱ自分の心がワクワクするようなこと、そういうことをもう多めに自分に与えていこうなんて昨日ねベッドの中で考えました。でそれでねもうこれ一旦これを取り入れようと思ったものがあって、それが今海外のトレンド、海外で流行っているものでウィムジーっていうトレンドがあるんですけど、ウィムジーはなんか気まぐれとか想像力に富むとか遊び心があるっていう意味らしいんですけど、こういうカラースプレーあるじゃないですか。カラースプレーを小さな容器に入れてバッグに入れて持ち歩いて、外でカフェとか行った時に例えば抹茶ラテとか頼んだら、抹茶ラテの上にこのカラースプレーをちょんちょんって振りかけて、でそれで写真撮ったりとか、可愛いって思うことで心がこうウキウキワクワクして毎日がねハッピーになるみたいな、そんな可愛らしいトレンドがねあるっていうのを知って、もう私の本当得意分野っていうか、もう常にビムジーやってたみたいな人なので、その海外のトレンドに乗っかって私ももうこの日常にワクワクとかときめきをガンガン取り入れていこうって思って、今週はそう過ごしていこうと思います。はい、でその他にも私の日常をワクワクさせるようなものっていうのを2026年に入ってからちょこちょこね買い集めていたものがありまして、それがねここにあるんですけれども、私の日常をときめかせるアイテム、こっそりいろんなものを買ってましたよっていう、その購入品の紹介をねサクッとさせていただければと思います。まずこちら1つ目、パッチェルとムーミンアラビアのコラボの商品です。ムーミンアラビア、皆さんねご存知だと思うんですけど、そのアラビアとファッチェル、フィンランドの老舗菓子メーカーファッチェルのコラボの商品です。これは2025年去年ですね、ムーミンが80周年ということでたくさん80周年記念のグッズが出てたんですけれども、その中の一つファッチェルとコラボしたものです。なので去年売ってたもので日本でもねオンラインで販売されてたんですけど、その時は速乾すぎて買えず、
買い逃したところにフォロワーさんがここのサイトだったら買えますよみたいな感じで教えてくださって、つい最近ゲットしたものです。箱の中にこちらもう一つ小さい箱と、あとはじゃーん、板チョコが入ってます。これはファッツェルのブルーというね定番のチョコレートの種類ですね。ミルクチョコレートです。それの包装紙がムーミンの80周年の限定デザインになってますね。でこちらの箱にはアラビアのボールが入ってるんですけれども、そのボールがじゃーん、ムーミンコラボになっています。かわいい。ムーミンの小説小さなトロールと大きな洪水、そのね小説の中でムーミンたちがチョコレートが好きっていうのがね明かされてるんですけれども、時たまね食べ過ぎてしまうと、その背景からデザインされたボールでちょっとチョコ食べ過ぎてお腹いっぱいになってるムーミンとスニフ、そしてここにファッツェルの板チョコ書いてあります。ファッツェルって入ってますね。はい、そんなボールです。あとはじゃじゃん、イッタラでも最近購入したものがあります。こちらです。陶器でできた小さなアールトベースですね。はい、これはアルバアールトコレクションのじゃん、キャンドルです。見えますか？ここにキャンドルシーンがあるの。はい、これはウォーターというね名前のキャンドルなんですけど、めっちゃ可愛くないですか？イッタラから去年こちらのねアールトベースの形をした容器に入ったキャンドルが発売されていたのは知っていたんですけれども、欲しいなと思いながら買うタイミングを逃していたんですが、一連の体調不良を終えお花を買いにね外に出たタイミングでイッタラの前を横切った時にもう今日買っちゃえと思って買いました。これは北欧の湖の夜明けを思わせる澄んだ香りだそうです。結構ねこれ全体的にすっきりしててちょっと甘さも感じられつつ、シダウッドとかパチョリの香りがアクセント効いててくどくなく一日中使える、そんなねキャンドルだなと思ってこちら買いました。これ使い終わったら綺麗に中洗ってペン立てとしてね使いたいなって思ってます。あとはこちら、ここ見てください。アラビアとジブリパークコラボのマグカップ、こちらもゲットしました。はい、これはですねのんちゃんがつい最近ジブリパークに行くって言ってて、でその行く前にねちょうど会ってたのでジブリパークでこのアラビアコラボのものを見つけたら1個だけ買ってきてくれないってお願いしたところ、こちらのんちゃんがね買ってきてくれたんですけど、こちら魔女の宅急便のマグカップです。やばくない？ここにアラビアのシール入ってんので、絵柄はジブリなんですよ。めっちゃ可愛くないですか？これね魔女宅なんで、この家はグーチョキパン店でここにジジがいて、そしてここにジジの奥さんのリリーがいます。であとここ見えにくいかもしれないんだけど2人の子供がいて、シールにかぶっちゃってるんだけど、これキキのために作ったパンがここに書いてあります。すっごい可愛くないですか？はい、たくさんマグカップ持ってるんですけども、これはちょっと買わざるを得ないということでマグカップコレクションの仲間入りになりました。であとはこちら、のんちゃんがこれはお土産で買ってきてくれたんですけど、すすわたりのコンペイトーです。めっちゃ可愛い。千尋だ。はい、中にコンペイトーが入ってて、すすわたりのコンペイトーということでこの黒が多めですね。あとここに2つ飴が入ってるんですけど、この飴は千尋の靴の柄だそうです。憎いね、さすがです。これとかさっき言ったビムジに使えそうじゃないですか、このコンペイトー。後でちょっとミニパフェみたいなの作ってアイスの上にパパパってコンペイトー振りかけたいな。これぞときめきっていう感じです。はい、あとは本当にね細々したものというか、なんかキャラものばっかりなんですけど、こちらディズニーストアで買ったシンデレラのハンカチでしょ。あとニモ、めっちゃ可愛い子供みたいなお買い物してるんですけど、あとなんか銀座三越で今ディズニーザマーケットっていうディズニーのこうグッズがねたくさん売られてるイベントみたいのがあるんですけど、そこも行ってきて、そこでそのディズニーザマーケット限定のこちらのミニコインケース、おしゃれキャットの何入れるんだろうっていうぐらいちっちゃいやつ、あとシール買いましたね。あとなんかこういうズートピア2のポストカードとか、あとはこういうシールとかね、
こういうのちょこまかちょこまか1月から3月までの2ヶ月間買っていました。こういうなんか購入品紹介しながら、やっぱりなんか今私こういうなんかちょっとした小さな可愛いときめきみたいなものに飢えてるんだと思って、買い物傾向で自分のなんていうか精神状態みたいなものを知ることができましたね。はい。もうそんな感じで本当に心からね元気になって2026年を最高のね1年に残り9ヶ月でしていきたいなと思ってるので、単にちょっと本当に仕切り直してじゃないですけど、自分の心をときめかせて気持ちから折れないように過ごしていければいいなと思っています。はい、ではおやすみなさい。よいしょ。
こんばんは。今日は本当にいい天気で、なんかすごく気がいい一日でした。なんか調べたら今日は一粒万倍日と天赦日、あとは寅の日と大安の4つが重なる最強開運日だったらしく、こんなね最強開運日は次はね68年後らしいです。そんなね素晴らしい日に私は今日は昼に新しい出会いがあり、そして今年のヒンクヌンクの新商品1つ目をお知らせすることができるという本当に素晴らしい一日になりました。昨日ねちょっと皆さんにね自分の今の体調のことだったりとか気持ちのことをこう吐き出すことができて、気持ちを切り替えることができたので、ここから気持ち新たに2026年をスタートしていきたいと思っています。はい。でそれでは少しお時間をいただいて、今日から発売されるヒンクヌンクのこちらのレザーノートブックカバーについて説明させてください。今年の初めから日記を再開させていて、日々の気持ちだったりとか、あとは最近ハマっている和菓子作りの記録をこの中の MD ノートに書いています。そのノートを保護するのがこちらのレザーノートブックカバーです。ピンク寄りのパープルのカラーの表紙に、内側は色を変えてミントグリーンとピスタチオグリーンで遊びを効かせました。カバーの素材は牛革を使用しており、柔らかく手になじみ、使えば使うほど味が出てきます。表面には細かいシュリンクのエンボス加工を施しており、シルバーで箔押ししたヒンクヌンクのロゴがアクセントになっていて、ピンクパープルの明るめカラーを上品に大人っぽく仕上げることができました。こちらのレザーノートブックカバーには、緑社の MD ノート英語方眼形が付属されます。私が今実際に使っているのは MD ノートのブロック方眼形なのですが、 MD ノートのリニューアルに伴い同じノートをご用意することができませんでした。ですのでなるべく近いものをと思い MD ノートのこちらの英語方眼形をセレクトさせていただきました。私が今使っているものは方眼形にちょっと薄くね線が引かれていて4分割になっているんですけれども、それがないものがこちらの方眼形ですね。なので私のようにこういう感じで4分割にして日記を書いたりしたいよっていう方は、こちらの MD ノートの方眼形にご自身で線を引いて使っていただくと同じようにお使いいただけるかなと思います。こちらのレザーノートブックカバーは英語サイズ仕様のため、付属のノート以外でもお手持ちの手帳やあとは本など、このね厚さが合えば差し込んで使っていただくことができます。こちらのレザーノートブックカバー、そしてノートが付属したこちらのセットですね。受注期間は今日21時から3月15日日曜日の23時59分までとなっています。お届けは今のところ6月上旬以降を予定しています。生産の関係でちょっとね絶妙な時期にお届けする形になってしまうんですけれども、日記を書くこととか、あとは何かを記録したりするということは年始または新年度だけではなくって、いつからでも始めていいと私は思っています。むしろこれから新生活が始まって新しい環境に馴染むために最初はバタバタしたりして日記を書くね余裕がなかったりするかなと思うんですけれども、そこからね数ヶ月経って夏ぐらいにちょっと燃え尽き症候群になってきたなというところでこのノートが届くかなと思いますので、その時にこれまでのことだったりとか今自分が思っていることを書き留めて気持ちを整理する、そんな時間になればいいなと思って今回この時期に発売させていただくことにしました。日記だけじゃなくって趣味のことや勉強のこと、記録をすることで自分の成長を確認することができます。アナログですけど紙に自分の手で書いて記録する、自分で自分を認めてあげる時間を作る、その一歩がいい未来を手繰り寄せると私は信じています。今ね実際私1月からこのノートに日記を書いてるんですけど、もう本当にいいことも悪いことも赤裸々に記録しています。始めてばかりだけどもうすでに1月のね初旬のところのページを読むと、あそこからこう自分が乗り越えたことだったりとか、こういう部分は成長してるなとか、こういう部分はまだ不十分だなとか、自分の今いる位置を確かめることができて、本当にねこの手帳時間っていうのは自分のメンタルコントロールにとってもねいい時間になっているなと感じています。いいことも悪いことも全部ここに記録して、私と一緒に振り返って自分の成長を確認してみませんか？私はこれをね
書き残して後から振り返って自分がどれぐらい成長できたのか、夢や目標に近づけているのかっていうのを確認する、そんなね時を楽しみに頑張っていこうと思っています。こちらのヒンクヌンク、今年第1弾の商品、レザーノートブックカバー、皆さんのたくさんのご予約お待ちしております。詳しい商品の説明を確認したい方や、購入を検討されている方は概要欄のリンクからヒンクヌンクの公式ホームページに飛んでチェックしてみてください。それでは今年もヒンクヌンクをどうぞよろしくお願いいたします。ミクでした。I got no drip in my pocket. Must have forgot it, or maybe I already lost it. Don't got enough to go cop it. I'm about to take off like a rocket. Houston, we might have a problem, but that don't mean money will solve them. No, that don't mean money will solve them. Woke up dreaming of the commas, and I got $100 in my wallet. I've been trying to make it, do it for my mama. I ain't with the fake and never with the drama. She said that I'm making it. 始まりました。最近ドヤラジオ第58回。今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。このラジオは私がこのお家にアトリエを持って、そして私たち夫婦が半別居生活になったということで、私たち夫婦の今をお届けするそんなラジオになっています。なんか久しぶりに感じるね。もうすぐ60回なんですけど、はい、今日は朝の8時からラジオ収録ということで、はい、最高朝活と最高の朝を迎えれた。はい、今日もしっかり朝起きてジム行って、はい、直接来ました。おー、素晴らしい。私は今週絶賛体調不良でございます。はい。なのでちょっとお湯をね飲もうかなと思って。でもなんか暖かくなったと思ったら、急にまた冷えてさ。そう。なんか俺の周りの人みんな、花粉にやられてさ、辛い辛いって言って、そういや俺今年全然平気だなと思って、意気揚々と外出たら鼻水がツーやっぱさ花粉もあるかな。この数日やっぱさ、急に雨降ってすっごい寒かったじゃん、低気圧っていうのもあると思うんだけど、同時に多分花粉も来てるしっていうのとか、なんか私だっておととい雨降ってた日、貧血みたいな倒れそうになっちゃった。だからやっぱ季節の変わり目、毎年さそれで体調悪くなったりとかあるけどさ、今年は特にっていう感じで、病は気からだからさ。いや本当よ。いや本当気持ち入れ替えて春迎えたくて、今本当に頑張ってんの。頑張ってください。全然大丈夫？元気そうだね、めっちゃ。毎日元気ですね。肌もツヤツヤだね。シミ取りに行ってきまして。おお。ダウンタイム中でございます。すごい美容女子みたいじゃん。そう、あなたのお友達の愛ちゃんに、多分先週上がってるディズニー動画の時にご飯食べながら、シミってどうやって取ったらいいって言って教えてもらって、でそこに行ってきた。分かんないことだらけやったけど、とりあえずなされるがままにも痛かった？いやそんな痛くはなかったけど、レーザーみたいな感じでやるの？そうピコレーザーっていうやつ。でもちょっとシミじゃなくてほくろですねって言われたから、ちょっと次はほくろ取りに。さすがだね。なんか体を整え出すとさ、こう肌とか全体やり出すんだね。なんかね綺麗になりたい綺麗になりたいし、なんか最近さ、やっぱ痩せたから、そうね、お洋服もね、たくさん買ってる着れる服が多くなって、そうちょっと嬉しくて、すごい洋服買ってる。でも本当買わないと、もうズボンとかもブカブカにどんどんなってきてるから、10キロぐらい痩せたもんだってね。ウエストもね本当マイナス10センチいってると思う。なんかやる前って俺90センチぐらいあったよ、今80あるかないかぐらい。すごいね。嬉しい悲鳴だね。でもやっぱこう30代半ばになってきたらさ、綺麗になりたいもあるんだけど、ちょっといろんなところのたるみが気になりだして最近ちょっと思ったのは、なんかプレイリストとか撮ってる時とかってだいたい下目の方向いてるじゃん。そうそう、この辺わかる？ちょっと二重顎気味になってるって気づいてね。昔のさプレイリスト見返したの、シュッとしてんの、この辺がさ多様体になってきちゃってて、ちょっと私も年齢を重ねるについての抗いみたいなのを、ちょっとその運動もしなきゃなってちょっと本当に思い出してるよ。やんないと無理。運動するとやっぱ張りは出るっていうよね、特になんか年齢重ねてくるとさ、この顔とかはさお化粧して綺麗にする、でもやっぱ首とかさ、肘とかさ、ふとした時に
ってやっぱ思われる可能性は出てくるよね。この辺とかでしょ。そううわーやんなきゃだねだからみんなやってんだね。そうやんないといけないくなってるのもねひしひしと感じだしてね、それがさこういうなんか絶妙な体調不良にもつながってる気がして。ほら5年前の俺やん。そう後追いしてるのよやっぱ。ちょっとね変えていかないとなみたいな危機感を感じてるよね。人間は30歳をピークに筋肉量が毎年 1% ずつ減っていくらしい、らしいよね。そうだから今もうあなた35歳でしょ、もう30の時に比べて 5% は減ってるわけです。それがやっぱ体の歪みを作っていくよね。はいはいはい。まあまあまあそうねそうね、ぼちぼちでいい、少しずつ、ちょっとねこう意識をそっちに向けていこうって思ったね、という感じで今週もお手紙をねいくつかいただいてるのでそちら読んでいきたいと思います。東京都在住20代コウヨトリネーム福くんママさんからのお手紙です。ミクさん先生こんばんは。初めてコメントします。いつも最近土曜ラジオを拝聴しているとき、自分の中にストンと落ちる素敵な言葉が多くて、スケジュール帳や日記に記してお守りにしています。そんな素敵な名言を作りまくるミクさん先生に質問です、ラジオを拝聴しているとお二人は言語化分析力がずば抜けているなと感じるのですが、どのようにして培ったのでしょうか。私は自分のことを客観視できず、自分がとなってしまいがちです。もう少し主観的にならず客観的に物事を見て分析して言語化しないとと思います。具体的なシチュエーションで言うと、理不尽なことに遭遇した時に、私はこんなに頑張っているのになんでこんなこと言われなきゃいけないのとキャパオーバーになってしまいがちです。ぜひご教授いただけると嬉しいですということです。ありがとうございます。まあ言ってるだけで、自分たちがどれだけできてるかって言われるとちょっと疑問が残るぐらいの感じですよ実際は。まあカットしてさ間を詰めたりとか、なんか真ん中でごちゃごちゃ喋ってることを全部こう取ったりとかして結論をスパーンって言ってたりする風に編集したりもするから、すごく私たちは一発でこう今回についてはこれですみたいな言ってるように聞こえると思うんだけど、まあいろいろこう話して結論に導かせたりとかっていうのが多かったりするよね。そうね。まあまあぼちぼち、やっぱたまには適当な回もやんないといけないなとは思いながらまあまあ求められてることはねやっていきましょうっていう感じですね。そうこれの言語化とかについて、今まで私は実践してきたこと、私は別に自分が言語化がうまいなんて思ってなくて、でもまあできる限りこう分かりやすく伝えたいなみたいな風に頑張ってたことは、とにかくあなたと話す機会がもう一番多いわけじゃんここ十数年、で、まああなたに話す時にちゃんと分かりやすく主語をつけたりとかしっかり結論を言わないと何を言ってるのか分からないって何を話したいのかがわからないって言われることが何度もあって、ロジックハラスメント。そうロジハラでじゃあどうやったら伝わるんだろうって一旦頭の中で考えてから最近こういうことがあってみたいなことを話すっていう癖がついたのと、もう一つはやっぱりこう20代の頃からこう日記をつけるのが好きだったので、取り留めもない自分の思いとかをブワーって書いた後、最後にこう読んだ後に、あ、これはこういうことが言いたかったんだって自分の中でちょっと俯瞰してみてね、書いてる時はもう取り留めもなく書くんだけど、こう見た時にこれはこういうことに悩んでたんだ、なるほどって言って寝るっていう習慣があったから、それでちょっとこう自分の気持ちを言語化するっていうトレーニングができたのかもしれない、でもこの福くんママさんみたいに理不尽なことに遭遇した時にパッとなんかこう言いたいけどっていうのは無理。私もすぐあなたとかに理不尽なことは言われないけど、なんか疲れた時にでもとか言ってでも言うなって言ってでも腹返しねそうでもハラスメントするからだからこういうふうにこう自分の思ってることを客観的に見て言葉にしたいなって思う時は、この人だって思う人とたくさん話してその人にちゃんと伝えようとするっていう訓練と、あとはやっぱ文字にする、でそれを見るっていうことは結構ねいいのかなって思った、あなたうまいよね。いやでもまあ近しいと思うよ。サッカーやってる時も、なんかサッカーノート書けって言われて、いっぱい書いたりとか、とにかくアウトプットの量を増やすとか、僕学生時代大学の時とかもとにかく喋る、いろんな人と、
っていうことの積み重ねが、まあもしかしたらこういうふうに思ってくださる理由になってるかなとは思うね。だから言語化力をつけたいと思うといろんな言葉としてさ知識を入れたくなるんだけど、実はアウトプットの方がものすごく大事だなって思う。そうね、間違ってていいんだよね。そうラジオ今58回目そうだけど、1回目2回目の話とかを改めて聞いた時に、なんかはって自分自身も思ったりすることがあるかもしれないし、多分あると思うよね。わかるわかる。そうでもその時に、まあ、こうかもっていうことをなんかこじつけの、でもいいからとにかく何かを言うっていう癖をつけてることが、まあこうなってるんじゃないかなと思いますね。でそれにもう一個言うと、この20代の福君ママさん、最近思うのは、やっぱ20代はもう主観的でいいんじゃねっていういやだから俺らもそうだったと思うしそうだね、もう絶対これが合ってるって勝手に自分の中で腑に落として突き進む力があるのが20代だったと思うよ。だからそんな客観的になる必要が本当にあるのかっていうことは思ってほしいっていうか、一回考えてもいいんじゃないかなと思うね。結局20代ってさ、もう人生の前振りっていうかさ、なんか準備期間みたいなもんじゃん。なんかあの時に感じた成功って多分大したことなかったし、あの時に感じた絶望って大したことないわけよ。オープニングアクトぐらいの。そう、で30代は30代で多分40代の前振りみたいになってるから、そんな客観視できてる人生って楽しいのかなって思う。それ自分で信じそうなんかいや客観的に生きて幸せな人を僕は見たことがないんだよね。20代の時から客観的に生きようと頑張ってね、そうもがいてたけどね、けどもっと主観的でいればよかったみたいな瞬間めっちゃあったよね。ある。だから主観的に生きれることは、幸せを感じれる可能性があるっていうか、なんか客観視しすぎて喜んでいいところを喜べなくなったりする方がプラマイマイナスみたいな感じがするよね。このさ理不尽なことに遭遇した時に、なんでこんなに頑張ってるのにって、あなたもよく言ってくるやん。私だって頑張ってるよ言ってる。これはこれで理不尽な確かに返事なんだと思うよね。わかるわかる相手に対してでしょ。そうじゃあお仕事すぐ頑張ってた、ね、でチラってきて、もう全然できてないじゃないかって言うね、そういうこと言うよね。じゃあ頑張ってるからって言われたら、俺はどう言ったらいいの？私は最近それでそれの解決法みたいな私なりのね思ったんだけど、結構頑張ってる初期の段階で頑張ってると思うからって言ってちょっと外食とかで美味しいものを一つ食べさせてもらったりとか、これから頑張るんでしょとか、頑張ってる初期の段階でちょっと餌をもらえるとやんなきゃ、これもらっちゃったからやんなきゃっていう、そっちの方がいい。先に、報酬が欲しいんや。そうだって後からだと、その成果に対してその報酬がさちっちゃくなる可能性あるでしょ。これに対して本当はこうだったけどこれしかだからこれぐらいしかあげませんみたいなさ、先に報酬が確定してほしいんだ。そう面白いね。なんかその方が頑張るし、頑張ってるもんって言わないかも。信頼してほしいんだ。そうだ、やる前から信頼してますよっていう証を何か受け取ることによって頑張れるんだ。そうだからよくさ男性ってさ奥さんとかまあ分かんないパートナー頑張った後に頑張ったねみたいな、なんかいろいろくれたりするんじゃん。でそれよりもなんかそれもありがたいんだけれども、なんだろうその頑張ったねっていうなんだろうみたいな頑張ったねみたいな感じで上転みたいな。じゃあ何かやるときに、打ち上げいらないから決起集会やってほしいってこと？まあ打ち上げも欲しいんだけどこの方の悩み、そのキャパオーバーみたいなのとちょっと違うかもしれないんだけど、こうやってる時にまだやってないじゃんみたいなこと言われると、本当にキャパオーバーになって、それ頑張ってるもんみたいな、なんか本当雑な返ししかできないから、なんか最初の方にその辺はもうなんだろう信頼してますよっていうのがあったら、そっちも言わなくなるじゃんあんま。確かにね。でしょ。つい最近私がなんかジン頑張ってると思うしみたいな感じで焼肉連れてってもらった時にこれ食べたから頑張んないとと思って1日2日こう頑張ってブワーってかけたみたいな。なるほどね。こういうことがもう家庭内で起こることは頻発するから、やっぱ旦那さんの方もなんか頑張ってるのにって言われたら今度から先にちょっと褒美をあげて頑張ってねって信頼してるよって言わないかな。なんで毎回結果に対して頑張ったねみたいなさ、ハンコ押されてんだろうみたいな、こっちもさなんかってなってくるわけ。はあ、承知しました。はい、
解決した？実験ですね。結構アハ体験だったでしょ、うん、そうそう、私もねそっちの方がいいんだと思った。なるほどね、うん、褒美が2倍いるってことそれは言葉でもいいんだよ。なるほどね、うん、終わった後じゃねえと。そう、終わった後に始まる前にもやれと。そう、はい、終わった後に話し合ったってもうだって終わっちゃったじゃんってなるか、こっちはまだ終わったこともう一回言ってるなんか妙にロジック通ってるのが腹立つよなそういう感じで、じゃあ次行きたいと思います、東京都在住31歳コウヨトリネームひよこ編集長さんからのお手紙です。ミクさん先生、こんにちは。初めてコメントさせていただきます。ミクさんの動画に影響を受けて最近自分でも動画制作を始めました。自分で編集するようになってからミクさんの丁寧な編集の凄さを改めて実感しています。そこで動画編集について2つ質問させてください。編集の割り切り方について、動画を見返すたびに手直ししたくなってしまいなかなか完成できないことがあります。またモザイク処理もどこまでやるべきか悩んでしまい細かくやりすぎてしまうこともあります。ミクさんはどのようにここまですると決めていますか？ 2. モチベーションの保ち方について、編集作業はとても楽しい反面大変だと感じることも増えてきました。これからも自分で編集を続けていきたいのでモチベーションを保つコツがあればぜひ教えていただきたいです、ということです。ありがとうございます。なんか私の周りもね結構YouTube 始める、ね、人が多かったりとかして、最近また YouTube 始めブームみたいな、なんかもう全体的に起こってるのかなみたいな動画の編集なんですけど、これはね5年やってきて思ったんだけど、やっぱなんかさ何回もずっと編集してるとそれは手直し何回もしたくなる、完璧ってなかなか自分で決めるの難しいからね。私がもう導き出したのはもう結論から作ると。っていうかもうこういう動画を作るっていうテーマだったりとかもうタイトルを決めて、そこでもうこういう動画を作ると想定して動いてるから、撮影する時も無駄なカットがない。ほぼその動画に使うのはジャズかな、なんかローハイなのかなとか、なんかポップスなのかなって、もう自分の中で音楽のジャンルも決めてて、その音楽を自分の中で想定して撮影してるから、その音楽に合わせてカットバーってして、そこでもうバチッと尺を決めちゃうから、そこから削ることがないから手直しがねないです。1回ぐらいやっても、はい、もうどんどん編集早くなってるよね。早くなってるよね、そうだからディズニーとかはもう本当思い入れがあるから、もう本当に2日とかでできちゃう。あとはもうこういうテーマで撮るっていうのを決めてから逆算で動画を撮るといいと思います。モザイク処理はなんかいろんな考えがあると思うけど人によって、でも私はお仕事をいただくときに自分が作った動画を見た上でお仕事をいただくことが多いから、この人は旅に行った時にはっきりと顔を映る人は絶対にモザイクをかけてるんだなって、そこに対しての信頼感を持ってお仕事をくれてることが多いなと感じるので、私は結構しっかりかけてます。そうね、やっぱ俺もさ手伝ってもらったりするよね、モザイクは。旅行の時にさ、撮影カメラ向けると、やっぱなんていうのかな、本当僕らの撮影時間めっちゃ短くて、本当パパってでなるべくね、他の人にレンズが向かないように、なるべくね邪魔にならないところでやりはするけど、でもやっぱ 1% も迷惑かかってないとか嫌悪感を抱かれてないかっていうと、多分それは違っていて、やっぱ少なからずね、カメラは映ってるかもってさ、やっぱ思っちゃうことってあると思うし、そういったことを考えると、もう徹底的にモザイクはかけますというところは、やってるね。そうね、そういうことも考えてかけるかかけないか決断したらいいかなと思いますし、モチベーションの保ち方はもうね、これはもうねモチベーションとかじゃなくて、もうマジでもうやるしかないもう本当に作るって決める、自分の中で本当リミットを決める。私は毎週金曜日21時に投稿するっていうこの締め切りがあるから、そこに向けてどんなモチベーションであっても撮るっていうのをもう決めるしかない。これはもう本当にマラソンだから、動画編集ってもう YouTube とか始めちゃったらもう止まれないから物を作るってどうしても完璧を求めちゃうし、完璧なものを出したいって思う。でその気持ちはすごく大事で常に持ってるんだけど、やっぱり私はこんだけ何百本も動画出してて、これは完璧にできたっていう動画ってもう1本か2本あるかないかだと思ってて、自分の中でね。でも
完璧まで頑張ろうとした、例えばじゃあそれが90点だった、それを120点の出来栄えですよって、そういう自信で投稿することがエンターテインメントだと思ってて、自分の思ってる完璧にばっかり執着しちゃって、それで出せないというよりかは、これは、120% の気持ちで投稿しますって言ったら 150% 気に入ってくれる人がいたりするわけ、だから自分の完璧にとらわれないことっていうのはすごく大事、継続するにあたって。もう完璧に満足いったものを出したい、その気持ちを持ちつつ 90% だったとしても、これを 120% の気持ちで出してますよって言ってきちんと見せることで喜んでもらえるんだよ。なるほどね。そう、これが継続です。東北在住28歳コヨトリネームきなこもちさんからのお手紙です。ミクさん先生、こんにちは。お二人のラジオが哲学書のようで毎週何度も聞き返しています。組織を良くするために自分はどう振る舞うかについてお二人のお話を伺いたいです。私は地方の会社に出向して働いています。最近部署の組織としての在り方に疑問を抱くことが多くなりました。管理職にバレないように仕事をサボっている人たち、私のような若い出向者に対して仕事の目的とは無関係な部分できつく当たり上げ足を取る人などがいて、内心と思うことが多々あります。組織の構造的な問題も一因と思っていて、何度か管理職へ伝えてみたのですが、特にアクションがありません。私以外はみんな男性の職場で、サボっている人も上げ足を取る人も管理職もみんなおじさんです。この人たちは変わる気がないのかと諦め、幸いなことに私の会社には部署移動や社内転職制度があるので、その準備を淡々と進める決意をしました。私自身が正義感の強い性格であることや、大学時代に体育会系の部活に所属しており、チームで目標達成を目指す環境にいたこともあって、組織の問題点を見過ごせず是正したくなってしまいます。このように組織の問題に気がついたとき、お二人だったらどのようにしますか？よろしければお聞かせいただけると嬉しいです、ということです。私は、19から29まで社会人やってて、客室乗務員を国内線でやったんですけど、最後の方はコロナ禍ということもあってフライトが減ったので、一般職、社内出向ね、いわゆるデスクワーク的なところに移動になったってことね。そう、で初めてずっと同じ人たちと仕事をするっていうことを経験したのね。シフト制だったからね。そう、客室乗務員の時は毎日働く人が違うから、この人がサボってるとか、この人がなんとかとかあんま分かんないわけ。だって1日しか一緒に飛ばないから、だから初めて9時から6時までずっと同じところでみんなで仕事するっていうので、確かにそこでここのチームはこういう風な雰囲気なんだとか、こういう人なんだみたいなのを知ることができて、なるほど、これが社会人なのかと。そうね。そうで、シフト制で働いた時はなんか割と傍若無人というか、私がね、自分がその専任客室乗務員っていうリーダー的な存在であったから、私の指示に従って皆さん働いてくださいみたいな。もう統率取らないかんからね。そう、正しく導きますっていうのでやってきたから、結構自分の正しいを信じて仕事してたんだけど、いざデスクワークすると自分の正しいだけではこのチームが回っていかないっていうことに気づいて、なんていうか変えたね。自分の働く時のマインドっていうのを、やっぱり私も結構このきなこもちさんみたいに、仕事は仕事できちんとやりましょう、もうなんかその仲良しとかいらないですみたいな感じだったんだけど、いざデスクワークしてみんなと9時6時共にする時に、いやこれはそれではない、これはもう全員で調和を保って、そこで少しずつ底上げしていくものなんだと気づいて、一人一人とコミュニケーションをとって、まず仲良くなる関係性を作るっていうことをした。おじさんは本当にうまくコミュニケーションを取ると、本当にウキウキしてウキウキしてこちらのなんかこういう提案どうですかとか言って、いいね、それやってみたらいいじゃんみたいな、いいじゃんみたいな風にしてくれるよ、やっぱりこれは私の経験なんですけど、もうおじさんに片足突っ込んでますからね俺はおじさんの味方やで今回はいやでもこれね、
きなこもちさんのこの関わり方次第で、このおじさんたちの雰囲気一気に変わると思ってる私。でやっぱそこから少しずつ自分の主張を出していくっていう、そういうなんていうか仕事の仕方もあるのかなって、私はね辞めるちょっと何年か前に気づいて、これ気づけてよかったと思って。やっぱ組織っていうのは一人だけの正義だけじゃ上がっていかないんだと思って、全体の調和からのみんなで良くしていこうっていうので少しずつ上がっていくもんなんだって気づけてよかったなと思って、やっぱ正義だけじゃ、正しいことばっかりだけじゃやっぱうまくいかないことって多いんだなって思ったね。僕は社会人経験が7年間か、最初2年間1社目で、2社目が5年間、で最後の2年間は自分でも会社をしてた、俺もその大学生の時にそのスポーツはなかったけどそういった組織を まとめるようなところにいたこともあって、大学時代のちょっとした成功体験みたいなものも持ちながら社会人になったわけですけど、まあ最初絶望するよね、社会っていうのはこんないい加減に回ってるのかって多分顔に出てたと思うけど、若いしね、出してないつもりで、へこへこしながら、これは一種のコスプレだと思ってやってた、その時になんだろう、やっぱ自分でやらないとこれは拉致が開かないっていう風な結論をつけてしまった、その時ね。そう、で俺もこのきなこもちさんみたいに大学生時代の、感じが理想だと思ってた。そのなんかわかる、同じ志を持ったコミュニティで頼られることっていうのが一番頑張れるんだって、人間だから部活ってあんな頑張れるの。そうで、特に、小中はちょっと効率だったら違うけど、大学なんて特にさ、同じくらいの知能指数で、同じ部活で同じ目標を持ってやってたら、それ熱くなれるよ、で確かにそこで、ちょっと問題があったとしても、でも同じ思想を持ってるから、それでちゃんと引っ張れたり引っ張られても納得感がある、けど社会っていうのはもっと大きな組織になって、なったら同じコミュニティなんだけど、決して同じ志を持ってないわけよ。そうだね、なんか分かる。そう違うんだよな、いる層が。で俺は昔そういった組織を束ねることができたって思ってたとしても、それはあくまで同じ志を持ったコミュニティだから力を発揮できただけだ。なるほどな。でも社会に出ると、そうじゃない人たちと頼られるっていうことをやらないといけないの、でそれができてないだけなの。同じように見えて全く同じじゃないから、それを自分の自信にして社会に挑むと、もう絶望しかないわけよ、だからもしこのきなこもちさんがこの会社で上に上がっていきたいっていうことだったら、その会社に求められていることをやらないといけないよね、出向だからそのいずれいなくなるってことを前提に入ってるコミュニティだよね、だからそこで自分がその組織でならなくて絶対に必要な存在になってはいけないんよ。確かにね、抜けるから、もしそうじゃなくて別のことをやりたいんだったら、そういう自分にならないといけないし、もし理想的なそういう同じ志を持った仲間ともう一度やりたいんだったら、自分で会社を作るしかない。いや本当そう。だから組織じゃなくて自分に目を向けてどれかを選ぶしかないよね。本当そう。で多分28だからもう選んでる人は同僚にいるはず。結構独立するタイミングだよね、これ独立とか転職とか、だから俺も会社作ったの28だ。そう、私もだって独立しようと思ったら28、9だからまあそういったフェーズに差し掛かってるということで、本当にそう。あとやっぱ出向っていうので、あっちも戻るんだろうなって思う感じでこちらに対して接してるってことに気づかないといけないと。そうね。お前がなくてはならない存在になってしまったら、お前がいなくなった後俺たちは何もできなくなるんだっていうことをおじさんたちは思ってるんですよ。だからなんかそういうことも考えた上で立ち回ってみると、意外と可愛がってくれて、そこはそういう場なんだ、持って帰るための今は修行だねっていう風な気持ちで切り替えると、一気におじさんたちが優しく見えて、で一緒に巻き込んで楽しくご飯とか食べたりとかして、もう帰っちゃうのか寂しいよって言われるぐらいのコミュニケーション。いやそうおじさんはね、寂しいんよ。そう構ってほしいんよ。でそういうのもさ、構う自分が嫌だって思うと思うの。なんでこの人たちにやんなきゃいけないんだろう私って思うと思うんだけど、いやでもね、一回やってみて、なんかそうするとすごい楽しくなる。あ、この人こんな頼れるとこあんだみたいなとかさ、それは当たり前に自分より何年も仕事してるわけだから、
当たり前に能力があったりするわけをサボってると思ってる人も、そこに気づけてハッてなったりとかして、そうすると出向から戻った時にまたね、そこ自分のパフォーマンスがやっぱ変わるなって思って、私本当に最後デスクワークしてよかったって思った。この何年かあって本当よかったし、全然仕事できないのに優しくいろんなことを教えてくれてやってくれた人たち本当感謝だし、それを今後の人生、もし自分が組織を作る時に返していこうって思えたから。今3月、もう本当部署移動とかそういうシーズンなんで、やっぱ新しい組織に放り込まれた時に、もうこういうきなこもちさんみたいな気持ちになる人ってもたくさんいると思うし、本当に何が正解か分かんないけど、やっぱり人は変えれない、なかなか組織もなかなか変えれないと思って、自分がどう変わっていくか、ここにいる続けるのかやめるのかっていうのを全部自分で決めれば、なんとなくこう落としどころが見つかるというか、それでやっていければね、いいなと思います。やるしかないよ。そう、やるしかない、ということで今週のラジオは以上になります。で、来週のラジオなんですけれども、実はちょっとあなたいい企画を思いついたということで、何？募集をしたいものが一つありまして、新たなグランプリが開催されますその名も、つまみワングランプリ。おつまみ、おつまみですか？おつまみですね。酒のつまみです。酒のあてになります。あなたはあんまりお酒をね、たくさん飲む方ではないし、でもおつまみは好きじゃないですか。おつまみ大好きなんですよ。スルメとか、なんかお酒飲まなくてもつまみ好きな人多いよね。大好き。グランプリの当日に僕が飲むのはビールと日本酒くらい、ハイボールくらい。私はスズメっていうスパークリング日本酒みたいなやつかな、しか飲めないので、なのでその辺でマッチするものっていうのが一つ、でもう一つは価格について、北海道産のウニうん万円みたいなことされると、やっぱちょっと話は変わってくるので、一応上限を2000円ね。でお取り寄せね。で調理はしたくないね。なるべくなしで、ちょっとライターで炙ってくださいって、それくらいならやりますが、レンジとかは可だよね。レンジは温めるか、簡単なやつ。コンビニでも、スーパーでも、お取り寄せでも、アンテナショップでも、おつまみグランプリをしたいと思います。これを集め次第来週なのか、早くて来週、その時は皆さんも一緒に飲める方は自分の好きなお酒とおつまみとともにつまみワングランプリ見ていただける、そんな酒飲みラジオ会をしたいと思います。できるだけこの週末土日ぐらいでたくさんご応募いただけると来週開催できます。動画のコメント欄にこよとりネームをつけて、私のおすすめのおつまみ、ではのんべえのこよとりの皆さんどうぞお力をお貸しください。それでは、今週のラジオは以上です。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。